を止めることは多分できないんですよ。うん。それらをうまく使いながら続けてもらうっていうのが、王道なんですよね。一般的には転勤とか移動って一つそういうためにあると思うんですよ。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。本日も。お願いします。今日のご相談が、最近会社の同世代の中堅社員になる人たちが何人も転職をしてるんですよ。中堅社員が離職する理由として、どういったことが要因と考えられるかなっていうところをちょっとお聞きしたいです。あとは、離職って根本的な解決策とかって実際のところはあるのかなっていう部分も、ちょっとアップルさんのご事情も教えていただきながら、その辺もちょっとお話しいただければなと思うのですが、まず離職する要因としてどういったことが挙げられますでしょうか？離職はいつも言う通り、一つは人間関係。上司とか部下とか、同僚とか、主にはそんな感じですかね。二つ目は結構ライフイベント多いなと思っていまして、それこそ恋人ができたとか、結婚するとか、子供ができたとか、子供が生まれたとか、親の介護が必要になったとか、そういうやっぱりライフイベントの時には、改めてやっぱり自分が今後どうしていくかっていうことをやっぱり考えやすい機会。大体の人がやっぱり考えますよね。なんかやっぱり変えようかとか、なんかそういうのが多いなと。なのでもういろいろありますけど、ほとんどはこの2つ確率としてはですね、多いかなと思ってますと。中堅社員ってことなんで、いつもと違った切り口で話す人が多いかなと思うんですけど、一つはやっぱりマンネリ化っていうのはやっぱり防いでおいた方がいいかなと思うんですね。今日のテーマ中堅社員だとしたら、いわゆるだから会社で働いてどうですかね、普通に新卒とかで仮に入ったとしたら、すごいざっくりと30前後とか、会社で5年から10年ぐらいの人とか、そのぐらいの人を指すのかなと思うんで、やっぱりマンネリ化についてはちょっと考えておかないといけないかなと思います。マンネリ化を解消する方法とかで、アップルさんが実際にやってた事例みたいなのってありますか？具体的にこういう制度がとかっていうのはないんですけど、これは結構一人一人見ながらだと思うんですよね。一般的には転勤とか移動って一つそういうためにあると思うんですよ。確かに。ジョブローテーションみたいな感じですね。これって多分僕らもね、引っ越しだから転勤の人とか取り扱うわけですけど、そもそも転勤で何のためにやるんだろうなっていろいろ考えたときに、一つはやっぱりジョブローテーションですよね。でもやっぱ一番は転勤なぜさせるかっつったら、当然会社が拡大してそこに営業所出したいとか、人が足りないとか、こういう物理的状況もあるとは思うんですけど、多分ジョブローテーションの一環だと思うんですよね。って考えたら、マンネリを止めることは多分できないんですよ。自分もそうだったかもしれないですけど、一つのことを続ける。会社としては一つの会社で働き続けるって、なかなかやっぱりハードル高いなと思うので、今の時代特にですね、昔はね、会社に入ったらもう続けるのが当たり前で、やめるなんてこの野郎みたいな時代もあると思うんですけども、今はね、こういう時代になって、一つの会社で継続して働くっていうのを、そうさせたいんだったら、いろいろ考えなきゃいけないと思うんで、うちもそうですね、ジョブローテーション的なものを結構考えましたかね。だから一つの会社としては一つの会社ですけど、例えば一つの部門とか、役職とか役割って考えたときに、それらをうまく使いながら続けてもらうっていうのが、王道なんですかね。マンネリ防止の観点で移動とかっていうことも実際あったんですか？ありますよ。ありますし、そうですね。具体的にやっぱり施策みたいな感じでできるのっていうのは、そのぐらいでしたかね。でもそんな気がしますね。個人個人やっぱ違いますしね。その感じ方も。ありがとうございます。そうですね。あとは具体的な施策とかじゃないんですけど、続けるのって結構マンネリしちゃうんだろうなとかって思って、僕は結構野球も好きなので、じゃあ言い方悪いですけど、見方変えればですよ。プロ野球選手ってとか、ずっと野球やってるやんと、プレイヤーだったら。高卒から、むしろ続けたいと思って
続けられるんだと40歳とか続けてる人もいるわけじゃないですか。あれって言い方悪く言えば一つのずっとやり続けてるんですよ。いやだってそんなのやりたいことなんだから続けられるに決まってんじゃんってみんな言うかもしれないですけど、彼らも彼らで多分ね、ある意味仕事なんで、ただ楽しく野球やってればいいって話じゃないじゃないですか。常に成果を求められて常にやってるわけだから、ある意味仕事も変わんないかなと思うんですよ。やりたいから続けられるに決まってるじゃんっていうのはやってない側の妄想で、やってる人たちからしたらそういう感覚値も多分仕事に近いものは多分あると思うんですよ。だから逆に言ったら普通にプロ野球選手とかじゃなくて会社で働いてる人もプロ野球選手みたいな状態になって続けてる人もいるわけですよね。だから、プロ野球選手か普通のサラリーマンかとかあんまり考えない方がいいと思うんですよね。そうするともう思考停止することになっちゃう。じゃあなんで続けられる人、そういう確率が高い、続けられないって考えたときに、そもそも多分なぜマンネリ化するところからちょっともう一回戻って考えると、なんか僕はマラソンとかと一緒だなと思ったんですよ。わかりやすく。会社の中でマラソン論理みたいに言い始めてるんですけど。マラソン論理。要は会社に入りました。実績もゼロ、能力もゼロだとしましょうと。そこから始まるわけじゃないですか。マラソンに例えると、とにかく、何らかの理由でマラソンやろうと思いました。まずはやっぱり目的、何のためにやるかとか大事ですけど、目標を決めるじゃないですか、普通はですよ。例えばじゃあ、ホノルルマラソンに出るんだ、完走するんだ、みたいな。そういう目標があったとしましょうと。これやり始めた。ゼロからやり始めた。最初は、それこそ5キロも走れなくて、もう全然ダメだったと。ところがですよ、1ヶ月やり続けたら、普通に5キロを走れるようになりました。ってなるわけですね。ゼロからいったらかなりの進歩じゃないですか。なんならじゃあ5キロを30分で走れるようになりましたって。ワオってなるわけですね。もしかしたら2ヶ月終わったら5キロを25分で走れるようになりましたみたいな。タイムと距離ですよね。今度は10キロ走れるようになったとか、10キロ60分で走れるようになった。こんなやったことに対しての成果、すごい分かりやすく、なるほど。そして進歩率が高いわけですよ。じゃあこれ1年間続けていったらどうなるかという話になると、極端な話は仮に10キロっていう基準を持ったときに、1年目は10キロ走れなかったところから始めて、走れるようになったことと、タイムが50分に走れるようになった。ここまで伸びるとするじゃないですか。これだから走れないとこから10キロ50分ってかなりの進歩ですよね。これどんどん年数経つごとにできないことをできるようになった、その中身が言い方より少なくなってくるわけですよ。極論、じゃあマラソン選手って考えたときに、最終最後本当にフルマラソンでガチでやったら、1分とか30秒を削るために、1年間、2年間、3年間練習をするわけですよ。最初1分縮めるなんて瞬殺ですよね。だから楽しいんですよ。なるほど。仕事も同じだと。最初は何も実績もない、能力もないから、新しいことがどんどん出てきて、大変かもしれないけど、でも自分にとっては0が1になって、1が2になって、2が3になって、3が4になって、めちゃめちゃ分かりやすいと。できることの量と、できることのその質っていうものが目に見えて上がってくるんですよね。だから楽しいですよ。でもどんどんこれ時間が経てば経つほど、新しいこととできるようになることの量は減っていくわけですよ。確かに。経験済みのことをほとんどになりますね、これをそのまんまにしとくと、そのまんま捉えると、いわゆるマンネリ。それがマンネリの正体だったんですね。自分も考えながらそうだなと思って、ゼロからこうできることが明確で、その速度がその最適だと楽しいんですよ。結局は継続できるかできないかって結構でかいんだな。だから普通の人はマンネリとか停滞でなんかつまんなくなったっつってやめていっちゃうんだな。でそれを乗り越えてまず続けるということと、それでも1分1秒でも縮めるために努力できる人がいわゆるその道のプロとかになってくるんだろうなっていう解釈なんですよ。なるほど。スッと入ってきましたね、今。確かに間違いない。だから結局、僕の考えとしては、そもそもそうだよって言ってくるんですよ。そういうものだと。支店長とかに例えばこういう言い方をするわけですよ。まず必ず3年やってくださいと。なぜか説明しますねと。大体みんな最初やる気でですね。1年目は勢いに任せてうわーってやるわけですと。その勢いにつられて周りの人もわーって頑張るわけですと。1年なんとかこれでいきますと。大体の人がと。2年目。
大体問題起きます。うわーっと勢いできたもんだから、周りの社員も俺らいつまで頑張ればいいんだとか、自分自身もこれいつまで俺頑張ればいいんだで、最初は大したことじゃないと思ってた問題も2年目ぐらいは結構重大な問題に自分にはなってます。立ち止まり始めるんですね。はい、いわゆる2年目はうまくいかないこと、ハレーションとか含めて起こりますよと、ダメなやつはそこでやめますと、ギブします、もう無理ですってあなたそういうの来ますよ、絶対来ますよ、今どんだけやる気あってもと。でもそういうもんなんで、どうしますって。もう言うんですか？最初から言いますよ。2年目なんかうまくいかないことが絶対来るんで、それをちゃんと乗り越えた上で3年目、ある程度例えば役では一人前になってきて、ある程度こういうもんなんだって理解してきて、経験も積んで一橋ですと。3年終わった頃にようやく一人前の支店長ですと。みんなそうなんで大体の人がなんで頑張ってくださいね。マラソン論理っていうのもそうで、いや必ずマンネリ来ますよと。なぜならばだってこうだから、マラソンとか置き方こうでしょって、絶対来ますよと。そこでやめるのは申し訳ないですけど、普通の人か、仕事できない人か、何事においても成果出せない人ですよ。うまくなる前にやめちゃうんだから。確かに。だからそういう時来ますよと、ちゃんと言っておいて、本人のプリセットとしては仕事書を知る、なんとなくでもいいから理解しておく、これは大事ですよね。確かに。なので会社としては本人にそういうことを知ってもらう、最低限なんとなくでもいいから理解してもらう。目的としてはそういう時に入った時に、これかって思ってもらうんですよ。そうですね。この時に多分本人がこういうことか、俺これに負けちゃいけないんだよな、で誰もがこういうの来るんだよな、ちょっと頑張ろうと、頑張って乗り越えようと思う思考をその時に出せるかどうかですよね。出せたらそういうもんだって分かってるから、これは壁だから、乗り越えなきゃいけない壁だから、試練だからちょっと頑張ろうかって、普通だとなるんですよ。確かに、言っとくのいいですね。それが分からないと、すげえ大変なことが起きた、ちょっともうこの辺で限界点かな、そろそろ転職かなみたいな。そっか、もう選択肢はそれしかないと思っちゃうのと、身構えてないですもんね。そうですね、構えてないから、こういうことが来るよっていうのは分かんないわけですよ。例えばじゃあゲームやってた時に RPG とかで言うとね、じゃあドラクエでレベルが上がってきたら敵が強くなるのは当たり前じゃないですか難しくなってくるのは当たり前じゃないですか、ゲームとして。仕事もそうでしょうみたいな、レベル低い時は敵弱いし、レベル低い時は経験値1000でレベルがそんなの上がんのみたいな話ですけど、レベル50とかになったらレベル1上げるのにすごい労力使いますよね。仕事も一緒だよと、だから言うならばドラクエでレベル30ぐらいで壁に当たって、もうこれはドラクエじゃなくて俺はファイナルファンタジーをやんなきゃいけないんだって言ってる人と一緒ですよもうドラクエやりきったみたいな、やりきってねえからみたいなそうだから会社のせいとか、他人のせいとか、いろいろしちゃいがちになるわけですよ。なんてわかんないんで。だからとにかくそうですね、マラソン論理って言いましたけど、やってれば絶対にそうなってくる、難易度が上がってくるとか、停滞するとかマンネリするとか当たり前の話だから、それを来た時にどうするんだ、それを乗り越えることが普通で、プリセットして、なるほど、そこでなんか逃げちゃったりやめちゃったり転職だとかって考えるのは、言い方ですけどできない人の考え方ですよ。僕らもマンネリ化を阻止するとか、マンネリ化をさせないためにって考えちゃいがちですけど、マンネリ化は当たり前に来るよっていう前提でいることが大切なんですかね。停滞期は必ず来る、停滞させないためにどうするかってもちろん考えることも重要なんですけど、ある程度その停滞する時も必ず来るという意識も僕は大事だと思っていて、じゃないと来た時に折れちゃうんで、そうですね。停滞期は来たけど停滞しないためにどうするかっていうのをやっぱ常に考えておくっていうことが大事かなと思いますね。いやー、ありがとうございます。違う視点での切り口というか、確かにそうだなと実感しましたね。社員が去る理由と対策ということですけど、マンネリとかですね、停滞とかっていうのはある意味必ず来ることだと思うので、そういったことが来ることを考えて理解をしておきながらどうするかということはやっぱり常に考えておくこと、そして考えさせる機会を作るみたいなことが
重要なのかなと思います。はい、ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。